よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょうど X を見てた時に何やこれやりたいやつもう完璧じゃんと思ってちょっと今来ていただいてます。ありがとうございます。はい、いやまさか声かけられると思ってなかったんで、なんかもともとちょっと見ていただいてたようで。あ、そうですね、はい、ちょくちょく、はい、ありがとうございます。K はほぼ初めてじゃないかなと思うんですけど、これ型式ちょっと教えてもらっていいですか？型式は HA23V ですね。ってことはもうバンの商用車仕様で、はい、本当は NA エンジンなんですよね。これ本当は NA です。これ今エンジンはワゴン R の同じ K6A のターボに乗せ替えてあります。ミッションも乗せ替えてあります。エンジン落ちてるんですね、やっぱね。そうですね、お世話になってるお店にワゴン R が転がってたんで、それのエンジンとミッションを取って、なるほど、ドナーになっていただいてということですね。いやー、もうまずかっこいいのがこの白黒黄色で全部色が統一されてて、ありがとうございます。それがかっこいいのと、だからナンバーが大体黄色だとちょっとダサく見えること多いじゃないですか。でもこれはうまくこの黄色も使いつつで、あと牽引服とタイヤレターも黄色にして、であとはもう白黒でっていう感じですね。だから一瞬、あ、これ昔チビックっていうバンパーありましたよね。なんかね、ありましたね。ありましたよね。とんでもない値段で。あれ高いんですか？やっぱめっちゃ高いです。この前も出てた時が最終的に10何万、12万とか。アルトのバンパーに出す金額じゃないだろうみたいな。アルトの金額を払うのと一緒ぐらいですもんね。そうですね。アルト買えますね。箱を買うかバンパーを買うかみたいな。まあでもこれもかっこいいなと思って、純正バンパーをカットしつつ。そうです。純正バンパーに、レーシングハマーのリップスポイラーつけてる。結構大きいですね。だいぶ大きいですね。これでちょっと迫力が出てちょうどいいのかなっていうところで。で怪しいここにクーラー類がいっぱいついてて、インタークーラー前置きにしたかったんでどうしてもいいですね。やっぱこれもね、前置きにすることでやってるなと。そうですね。上置きだとボンネットダクトをつけないといけなくなっちゃうんで、そっかそっか。それがちょっとあんまり目立たせたくなかったっていうのがあって、まあこっちの方がスッキリしますよね。そうですね。あともうこの中は全部ちょっと黒に塗って、なるべくわからないように、あんまり目立たないようにちょっと剥げちゃってますけど、なるべくわからないようにはしてあり。でこれヘッドライトとかはもうバンの純正の。ヘッドライトは純正です。はい。だこれのワークスとかだとちょっとヘッドライトが違うんで、違うんですよね。はい。これはこれでまたかっこよくて、でグリルもちょっと黒に塗ってある。そうですね。これ一応車外のなんですよ。あ、車外なんだ。これもナビックのところの車外ので、純正だと真ん中にスズキのマークがエンブレムがついてるんですけど、確かに前から見たら車種不明だ。なんかちょっとプレオっぽさもあったり、なんかいろいろなね車に見えるんですけど、でちょっと耐久っぽいディクセルのステッカーも両方貼ってあり、いいですねこの辺も。でこれアルトにこんなフェンダーあるんだと思って、このワイドフェンダー、はい、ちょっとワイドになってますよねやっぱり。そうですね。片側20ミリぐらい。でかい。車のサイズに対しての20ミリはバカでかいですからね。そうですね。車がちっちゃいんで。でホイールはこれは SSR。ホイールははい SSR のタイプ C ですね。いいですね。で白ホイ、はい、いいいっすね。で4ケツで、これは PCD いくつなんですか？100です。あ、100。じゃあ割とサイズは。あ、そうです。ホイールは結構たくさんありますね。で14インチ。はい、14インチです。最高っすね。でムチムチのダンロップの 03G。 03G です。もう完全にジムカーナ用といいますか、結構ジムカーナで使ってる人が多い。でもやっぱこれぐらいグリップあると横転とかないんですか？大丈夫なんですか？そこら辺は。今のところは今のところはまあ屋根がねやっぱ若干高いのと、このトレッドが狭いんでどうしても転がる可能性がゼロではないというところはありつつ、ちっちゃいなマジで。ちっちゃいです。だってこれ横幅とかいくつなんですかねこれ？横幅どんぐらい？純正めっちゃちっちゃいと思います。多分1500、600ぐらいなんじゃないですかね。そうですね。であとこれボンネットもちょっと軽そうな。はい、ボンネット FRP の、これもヤフオクで出てるやつなんですけど、このサイズでも軽くなるんですよ。あとこれなんか弾丸レーシングみたいなこれもなんかヤフオクであった。はいはいはい。一応この HA23 用の。あ、専用なんですねこれ。専用です一応。かっこいい。すごく見にくくて。いやー、面積半分以下じゃないですかねこれもね。そうです。全然見えないです。まあ見た目がねかっこいいんで。見た目はかっこいいです。よしということで。あとはレーシーな鉢巻きに、でやっぱボディがめちゃくちゃ綺麗で、まだツヤツヤな。結構綺麗だと思いますね。いいですね。大体この辺ボッコボコのイメージなんですけど、フェンダーとかもねそうですね。よく巻いてる人いるじゃないですか。であとこのリアウィングの突っ張り感、はい、これやばくないですかこれ？いいですよね。横から見たら EF とかのグランドシビックとかにはついてる感じがあって、ワルッパネみたいな感じ。ワルッパネっぽいですね。これもどこのやつなんですか？これが ESB ってところのウィングで、このサイズ感いいですね。ちょうどね。そうですね。この角張ってる感じがね
であとはこのもう後ろはどっかの営業車のバンなんですけど、バンパーがこれちょっとスポーティーなやつに変わってるんでだいぶ雰囲気が。そうですね、はい、HA22 のワークスのバンパー。後ろはもうワークスっぽい感じになってるんですね。そうですね、後ろから見たら多分ワークスですね。マフラーがかなり斜めについてる。はい、はい、だいぶやんちゃなマフラーが。だいぶやんちゃな、はい、下はもうかなり腹下危ないっていう仕様になってますけどこれどこのマフラーなんですか？テイクオフの爆音くん2っていうやつ。爆音くん2名前からしてややこしそうですね、だいぶね。そうなんですよ。いい音です。ちょっとだけアイドリングしてもらっていいですか？あ、悪い爆音くんですねこれだいぶ。そうですね。でもなんかあんま割れない感じで綺麗な音ですね。であとテールが僕結構このアルト好きです。純正ですね、一応。いいっすね、いいっすね。これ車重今どれぐらいなんですか？車重が純正で630キロなんで、まあ異常ですよね、その時点で、ね。そうですね、めちゃくちゃ軽いんですけど、ただちょっとロールバーが入ってるんで、その分重くなっちゃってるんですけど、まああんま変わんないんじゃないですかね。だから純正と同じぐらいです、ね、多分そんぐらいだと思います。剥がしても剥がすものが軽いっすよね、多分。そうなんですね。内装とかも全然重くないし。ですよね。はい。だからこれよく見るとフロントの方がちょっと深いんですか？ホイールは。そうですね。前後1サイズ。ね。これフロントは何 J なんですか？フロントが 6J のプラス38で、リアが 5J のプラス38。結構見た目変わりますね。FF な感じがしてね、はい、かっこいいですね。で後ろのタイヤもちょっと細くしてある。フロントが185でリアが165。でなんかこの後ろになんかこう固定してるなんか鉄板があるんですか？あれなんだ？トラクションブラケットだってナビックさんの。ナビックさんの。やっぱ後ろがピョコピョコする感じなんですか？やっぱこういう。そうですね、結構。あとちょっと内装を生かしていただくと、はい、よっ。あ、もうドア開けた瞬間のこの軽さこれやばいですね。カーボンドア、どっかのカーボンドアみたいな感じ。純正なんですよね。純正で軽いと思って、すごいもうペラッペラっすね。ペラペラです。だからこのサイドバーの必要性を感じましたよ。かっこいいからっていう理由でつけたんですけど、いや確かにそう考えると大事かもしれないね。あった方がいいですね。今の車相手は硬いんでねそうですね絶対負けますね。そうなんですよ。でこれなんかもう完全にそうですね、内張り剥がしてホーム線で売ってたやつをペタって貼っつけてるだけなんで、いかにお金をかけずに軽く綺麗に見せるかっていうね。はい。あとハンドルは桃製の、はい、シートが、アルト1台分のブリッド。そうですね。多分新品で買ったら10何万とかしちゃうと思うんで、全然しますね。ちゃんといいやつを入れるという。そうですそうです。大事ですね。やっぱグラデーションがどうしても入れたくて、これかっこいいっすよね。やっぱブリッドといえばこれじゃないですか。そうですね。でダッシュよけのロールバーが入って、後ろはもうなんかこれ6点7点8点全部で多分9点ですかね。綺麗だな。でこれもねうまくつけてますね。ここもね。これなんかブラケットは自分でとか。いや違います。斉藤ロールゲージさんなんです。から出してるんですね。かっこいい。ちょっと中座ってみていいですかこれ。どうぞ。ちょっとこれメーターは完全にハンドルに隠れて何も見えないですね。そうですね。これちょっと HA23 あるある。これあるあるなんですかやっぱり。ハンドルが下げれないんですよ純正だと。なので今無理やり多分ここら辺から見てもらえば分かるんですけど、高ナットを間に挟んで無理やり下げてまして。あるあるですね。いいですね。これもちゃんとついてるですね。そうです。ちょっとインジゲーターレブに当てちゃうことがあったんで、メーターが見えなさすぎて見えないですよね。何も見えないです。でもこれよく見るとあれなんですね。8000まで回るんですね。すげえ。これも今も8000まで回せるんですか？回ります回ります。すごいな。であとこのデフィとかも結構シンプルな感じでね。はい。でグレッディのやつは何がついてるんですか？ブーストコントローラーです。ブーコンもついてるの？はい。あとここも綺麗だなこの作り。かっこよ。ここもショップさんに作ってもらったんですけど。いいですね。はい。すごく綺麗に作ってもらえて。めっちゃ綺麗、かっこいい。あと白で合わせてるんでね、すごいかっこいいですね。デフィのリンクもなんか置いてくださいと言わんばかりのこのサイズ感。ちょっと置き場が他になかったんで。ないですよね。もう中に入れるぐらいしかないですもんね。あとこれ紐になってるんですね。これも。そうですそうです。これケインフックですか？ケインフック。すげえポルシェみたいだ。足の配置はやっぱローポジにしてるからいいんだ。強化が入ってます。これどこの入ってるんですか？これもショップオリジナルのものなんで。パワー結構出てそうなんでね、あれですけど。そうですね。だいぶパワー出てるんで今。これ今馬力どれぐらい出てるんですか？今計算上120馬力。120？そんな出てるんですかこれ？そんな出てます。速そう。めちゃくちゃ速いです。やばいですね。でそれにミッション耐えられるんですかそんな？はい全然。
結構ミッションの入りもいいんですね。5の位置がちょっとなんか謎の5がちょっとね、ショートなんですね、結構5は。はい、これも一応シフトも変わってて、ヤフオクで出品されてたショートシフターみたいな。あ、そうなんだ。へえ。グレディの E マネージメントなんですか、これ。あ、そうです。いいマネーですね。青マネー。素晴らしい。車に対してのかかってるお金の費用が素晴らしい。明らかにおかしい。ちょっともう取り返しのつかないところまで。もうやるとこやっちゃってるっていうね。はい。じゃあちょっとエンジンかけさせていただくと。はい。おーおーおー。全部この辺も揃っててかっこいいっすね。結構振動もきますね。そうですね、だいぶきますね。マウント固めてる感じですか？いや、マウント純正なんですよ。マウント純正結構揺れすぎちゃってエンジンが結構揺れてるんですね。ちょっと考え中です今。なんかお想像以上にレスポンスもいいという。レスポンスはいいです。めっちゃいいですね。へえ。なんかこういうエンジンって大体ちょっとかったるそうなイメージなんですけど、これペダルがねだいぶ危ないですね。ここ足当たっちゃうんですね。ちょっとこの右側に。そうですね。これはちょっと足こっちやりすぎると踏めないっていう。はい、そうです。ちょっと踏めない。ありがとうございます。じゃあちょっと最後エンジン見せてもらっていいですか？はい。もともと FD が欲しかった人からしたらここまでやっちゃいたくなりますよね。正直。軽そう。なんかべっこべこですねこれ。べっこべこです。2キロとかしかないんで。いやすごっ。走ってる時とかよく見る動画見るとベコベコしてます。いやエンジンルーム小さいっすね。ちっちゃいです。だいぶ小さい。でも本当限界に積まれてるなこれ。結構パツパツですね。でもなんか赤ヘッドなんですねこれね。はい、これも乗せ替える時に塗ってもらいました。かっこいい化粧塗装にしてあって、はい、で1ケースのグローブがつき、この辺ももう後からニャニャって頑張ってもらってる後が。そうですね。ほぼほぼワンオフでやってもらったんで、時間もお金もそうですね。この辺も全部後からパイピング作ってるんですかね。あ、そうです。ここも全部。このエンジンの世界はもう定番なんですか？結構 123 だとターボはちょくちょく中古車でもたまに23ターボは出てるんで。はいはいはい。これでじゃあトータルというかまあエンジンの世界でいくらぐらいできるものなんですか？ミッション込みで4、50ぐらいいけると思います。またそこからいろいろやっていくと、まあセッティング込みで考えると結構ですよね。結なるほど。ミッションも乗せ替えるんで、それならもうクラッチもフライホイールもデフも全部やろうってなっちゃうんで。これデフも入ってるんですか？デフも入ってます。こういうのは何使ってる？クスコとかですか？自分が使ってるのが ATS の 1.5A。あ、ATS ね。そのショップの方がおすすめしてくれて。はいはいはい。で車庫帳はどこなんかですか？車庫帳もそのショップのオートクラフト。スプリングだけ春スプリングに今風な。ちょっとバネレートをちょっと上げたかったので。いやすげえな。前後どれぐらいのバネレートなんですか？フロントが8キロのリアが10キロ、足は後ろがトーションビーム。あ、そうです。いや面白いな。でもよく考えたらこれ金額えぐいな。わりかしここまでやろうとしてやっぱりお金かかるんですね。どうしてもかかりますね。もう途中から考えるのをやめました、ね。いややめないとなかなか、はい、俺何やってんだっていうこう立ち帰った時にふとね全然 FD の頭金ぐらい組めたんじゃねぐらいの。いや全然余裕じゃないですかね。そうか。でもこれどういう理由で買われたんですか？最初は本当 FD が欲しかったんですけど、はい、最初お金がなかったんで免許取り立てで、ただお金を貯めるってなって、ただその間せっかく免許持ってるのに車乗れないのはちょっとつまんなかったんで、なるほど。とりあえず50万以下で楽しめそうな車を探してた時にたまたま見つかって、これ当時いくらぐらいだったんですか？一応新品の車庫帳とマフラーとホイールが入った状態で50万しないぐらい。50万ぐらい。ああちょうどいいですね。はい。だから内容としては結構箱も3万キロ台なんで、結構こういう車箱でね変わりそうですもんね。もうそうですね。結構やっぱだいぶ走ってる個体が多いので、じゃあちょっとぜひ120ぐらい、トルクも多分18、20キロぐらいになってそうですか？あるんですかね。ちょっとぜひここ一周行けますが、はい、お願いします。ありがとうございます。いやでもこれみんなアルトのイメージめっちゃ変わるんじゃないですかね。本当ですかね。まあでもここまでやるんだったら結局めちゃくちゃ金かかんじゃんってなったらちょっと終了なんですけど。そうですね。明らかにアルトではない飛び石の量なんですよ。おかしい。明らかにおかしい。いや足もなんかだいぶサーキット仕様な感じ。いやだいぶ硬いんで街乗りはもう全然、結構上寄りですかね。だいぶドッカンですね。だいぶ寄りだ。見てくれ。くる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 です。懐かしい。よいしょ。
やっぱドン柄だし、マフラーもうるさいし。確かに。あ、こういう感じですね。はい。早っ。軽でこんな速いですか？めちゃくちゃ速いです。これだったらわりかし縦、普通の車だったらついていけます。頑張れば、頑張れば、ね、頑張れば。すごっ。あー、これはショートサーキットめっちゃ楽しそう。そうですね。山はマジでちょっと跳ねながら、はい、ハンドルセンター意外にちゃんとあるんですね。もっとここがあんまりキビさがないかなと思って。あー、こっからやっとって感じですか？はい、5000回転ぐらいからやっとブーストかかるみたいな感じなんで、美味しいところが結構上でそうなんですよ。薄いという。まあでもそれが面白いかもしれないですね。そうですね。だからちょっと気抜いて5速で走ると登らないという。あ、全然登んないです。NA の時と変わんないじゃんっていう。やっぱこの5000ぐらいからブーストが立ち上がってくるとだいぶ変わるんですね、その雰囲気。そうですね。いやー面白い。アルトワークスはどんな感じなんでしょうね、これ。アルトワークスはどうなんですかね。ちょっと1個前の36は乗ったことあるんですけど、他はちょっとあんま乗ったことないので。意外にボディ構成あるんですね、ちゃんとね。もうなんかそんなふにゃふにゃな感じじゃないですけど、やっぱロールバーも入ってますし。確かに、まあ、あとはもう車が軽くて、そうですね、合成よりはもうなんだろう、頑張ってんな、これすごいすごい、ここ速い5500から結構速いですね。速いです。ちゃんと、そしてちゃんと後方確認しないとミラーがそうです、全然見えないです。壊滅的な視界だから。これはこれで面白いな。はい。でギアが結構4、3離れてるという。だいぶ離れてます。だいぶ離れてますね、これ。はい、結構しっかり煽らないと。これでね、下克上できたら絶対楽しい。そうなんですね。やっぱそれがやりたくてもうここまでやってるんで。そうですね。仕様的には全然ね、そういう感じですか。そうですね。面白いな。これはタイヤもでもこれぐらいのやつ履いとかないとちょっと怖いですね。そうですね。ってなんぼなんですかね、やっぱね。いやでも NA でもこの車めちゃくちゃ楽しいんで。逆に NA だともうぶん回してなんぼみたいな、ね、もうずっとアクセル全開みたいな。マジ PC1000 とかでももうアクセル抜いてる時間の方が短いんじゃないか。多分そうだと思います。ですよね。もう街中でもずっとアクセル全開なんでね。そうですよね。周りの目が結構痛いんですけど、音はめっちゃ速いのにまだそこみたいな。そうですそうです。音だけめちゃくちゃ速いみたいな。いやーいいな。やっぱ車って加速とかなんか速さだけじゃないじゃないですか。そうですね。だから多分 FD に乗り換えたとしても楽しさレベルはもしかしたらこっちの方が気にせずに、そうかもしれないですね。まだエンジンの替えもいっぱいあってと考えると、わりかしこっちも幸せな人生を送れてるかもしれない。俺変なタイヤ履くと絶対加速しないな。はい。なるほどね。これ筑波山行きたい。もうちょっとしなやかにして筑波山行きたいな、これ。面白い。そっか、3、4が離れてるからもうここをギアをクロスしてあげたりしたらいつかやりたいですね。一応ショートができるんですか？やってるところがやっぱあるんで。そういうのは結構段差来ても後ろがバンバンしないですね、あんまり。まだ結構、はい。それはすごい。こういう軽い車ってやっぱりどうしてもなんか後ろがバン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 しちゃって跳ねること多いんですけど。いや窓開けてもあんま変わんないな、音。すごいこれ。ブーストどれぐらいかかってるんでしょうね。ブーストが今 1.3 とかです。
時悪いですか？測ったことないんですけど、高速で12とか。まあこの地上でこれだったらまあありっちゃありです。多分 NA の時の方が広いんじゃないですかね。踏みっぱなんでここまでやっちゃったら FD はもう増車って感じですかね。いやもうなんか考えてないですね。逆にもう一周回ってどうでもよくなっちゃう。もうなんかこれでいいじゃんってなって、やっぱまだやりたいこともありますし。これあと何やるんですか？あとやっぱ単純にあんま走れてないんで、ガンガン走ってもう格上のマシンを追っかけ回したいなと思ってるんで。そうですね。これスイスポとか食ったらマジで気持ちいいだろうな筑波のアタックにもね軽カークラスありますからね。そうですね、あそこはちょっと頭のおかしい方々が。あれはおかしいっすよ異常ですもん、タイムがすごいですよね。軽と思えないトルクもあるし、やっぱ軽自動車乗ってる身からするとああいうの見ちゃうとやっぱ憧れちゃうっていうのがあるんで。軽でみんな速いってなるとなんだろう、やっぱりあるとコペンもうカプチーノとかコペンがやっぱ速いって言いますね。速いっすよね。重心低いですもんね。そうですね、どうしてもそこがやっぱ全然違うんで。そうっすよね。高回転ちゃんと引っ張りながら走ったら本当にめちゃくちゃ走りやすそう。そこを維持できればですね。コーナーも意外に安定感ありそうだし。そうですね、割と安心して。いい足だ。いい全然いいじゃないですか。全然走れる。これもうそのまま行きましょう。もう行きますか。これはもう行っちゃっていいっすよもっと跳ねるかなと思ったんですけど、そうでもないですね。そうですね、結構収まりはホイールベース短いとどうしてもこうすぐね跳ねがちじゃないですか。なるほどね、これは楽しい。やっぱ常にぶん回せる車いいっすね。そうですね、やっぱパワーありすぎても街中とかじゃ使い切れないんで結局。そっちちょうどいい。面白いなこれ。こういう時ブーストが立ち上がらないっていうスイスポとかだと2000、3000くらいからもうブワーって立ち上がる。トルクがやっぱ全然違いますね。トルクが美味しすぎて、その前にまずオーナーがもっと速くならないといけないんで慣れないと。この車ちょっと癖がね、はい、癖に言ってもちょっとハンドルがね取られるぐらい。そうですね。とりあえずまっすぐの道が少なければかなりの車増えそうな気がします。いけると思います。車のスペックで言ったら全然速いんで。実質240馬力ぐらいじゃないですか、車重を換算したら。そうですね、いいな、エアコンないのもこれだったら許せるかもしれないでもこれはついてるんですよ一応。ついてるんですね。なるほどね。これないとダメですね。マジで何も見えないから、これが視界に入ってこないと、本当にこれレブ打つよ。確かにエンジンの回転フィールが速いから割とすぐ8000いっちゃうんだ。結構速いです。速いっすね。もうでもこれ以上パワー出すとしたら排気量アップとかエンジンも、エンジンの中身を、エンジン自体まだ全然ノーマルなんでピストンとか変えないと多分耐久性的にしんどいんじゃないかなっていう。この純正2回部で乗るのも楽しいかもしれないですね。そうですね、もうやりだすときりないんで、また MD2 台目買いましたみたいなことになるの座ってる位置マジでレーシングカーだもん多分相当着座ポジションもだいぶ、結構低いんで気にして作ってると思う。すごいいいな。こういう車だったら軽でも楽しいなってやっぱ思いますもんね。そうですね、軽自動車でも全然軽って舐められがちじゃないですか。そうですね、だいぶでしょみたいなね、それでついてったら結構だって速いやんけってなっちゃうやつ下りになったら置いてかれんだけどみたいなこれめっちゃいい仕事してる。いいですよね、これバイク用とかですか？いや、これちゃんと海外製かなんかでちゃんと高いんですよ。高いんだ。なんか2万5000円ぐらいするんですよ。高っ意外に高い。なんかパターンとかも20種類ぐらいあって、その中からそうです。だから設定とかもいろいろ細
細かくできるんで、光源も明るくて見やすいです。あ、そうですね、だいぶ明るいです。いやー、これは面白い。山とか本当に速そう。箱根とかね、椿ラインとか、ああ、そうですね、楽しいかもしれないです。いやー、新たな世界だな。新たなこんな加速するんだっていう。あとここまでちゃんと作るとやっぱりすげえいい車なんだなっていう。あとやるとしたらなんだろう、ブレーキは意外にタッチ重視。そうですね、ブレーキも一応そのワゴン R のものをそのままつけて、サイズが上がってるんでフロントだけ。なるほど。結構コントロール性良くていいですね。そうですね、だいぶ扱いやすいですね。初期からなんかゴーンって効いちゃうと、こういう車は後ろすぐね浮いちゃうじゃないですか。そうですね、危ないな。これいいな。そっか、これのライバルだったらスイフトとか食えたら本当楽しいな。そうですね。一緒に走るとなったらどういうやっぱ車が多いんですか？こういうの。自分の周りだとやっぱ軽乗ってるやつがいないんで、なるほど。みんなまあでも 1.5 とか 1.5 リッターターボとかその辺が割と多いんで。なるほど。よっ、ありがとうございます。はい。いや楽しかった。これは楽しいな。新たないいんじゃないですか。元ベースが安いんで。そうですね。あとは歴車を買えば割とターボ自体は80万ぐらいで